ハイエンド市場はもちろん激アツだが、その陰で低価格モデル市場も今月はめちゃくちゃ熱いぞイヤホンレビュー。おかげで睡眠時間が減るくらいにはな。そんなわけで、今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、今回紹介するのは、めちゃくちゃ若いブランド、CCZ が、面白い商品展開の一部として登場させた1台、CCZ エメラルドだ。CCZ は、登場からまだ1ヶ月程度しか経っていないブランドで、第1作のプルーム羽の後、このエメラルドに近い低価格モデルを立て続けに3種類発売している。発売直後からかなり戦略的にラインナップを送り出している印象だ。また、2万円以上のフラグシップモデルを最初に見せ玉として投入してきたので、このブランド、割と高級なところに留まるブランドなのね、と思ってたら、次の週には安価なエントリーモデル、2000円以下で狙えるコーヒービーンを投入してきた上、2万円のモデルがバランスが整い、高音域、低音域ともに誇張のない、原音再生を基軸にした、ピュア、とかビオン、といったイメージを持たせる機種だったのに対し、その次に登場したコーヒービーンはものの見事に低音がパワフルな個性派モデルで、CCZ というブランドのイメージ、今は完全にふわっふわの状態となっている。その状態で、さらに新しい2つの低価格モデルが投入された。この2台、エメラルドとメロディーのうちの1つが、今回紹介する CCZ エメラルド、というわけだ。詳しく見ていこう。外装は、低価格モデルでは定番となりつつある。本体パーツを金属製のフェイスプレートと、それから金属製のノズルでサンドイッチするタイプ。中華低価格で質感と実用感と値段を全部バランスよく実現するために、非常に多用されている方式だな。このモデルに先行して登場した、コーヒービーンは、バランスドアーマチュアドライバーを搭載しない、いわゆる、普通に日本国内で製造されているイヤホンに近い、1ダイナミックドライバー構造を採用しているんだが、今回、コーヒービーンよりちょっと遅れて登場した、メロディキヨシ歌と、このエメラルド翡翠は、中華低価格イヤホンの中でも人気の、1バランスドアーマチュア1ダイナミックドライバーのハイブリッドタイプとなっているぞ。このタイプの典型的構造は、ダイナミックドライバーを本体内、金属製のノズルパーツの中にバランスドアーマチュアを仕込むことで、高音域をよりダイレクトに伝達するもの。実際、KZ 製のハイブリッド型イヤホンは、大体全部ノズル内にバランスドアーマチュアが仕込まれている。他社の似たようなモデルも、みんなこの形だな。エメラルドも、一見これらに近い外装デザインを持っているので、それらの後追いに思いがちかもしれないが、よく見ると、本気のバランスドアーマチュアは本体内に収まっている。ノズル内にバランスドアーマチュアを収めきれない、よりドライバーの数が多い構成では頻繁に見られる配置だが、わざわざノズル以外の場所にバランスドアーマチュアを配置しているこの価格帯のモデルって、地味に珍しいんだよな。ここら辺も本気が KZ 系とは違う流れを持っていると感じさせる一要素のように思う。フェイスプレートの質感も結構独特で、軽量な金属に、パステルカラーの淡い色合いの塗料がしっかり塗装されていて、どこか古いブリキおもちゃみたいな質感がある。デザインもシンプルで、それゆえに飽きがこなそうだ。似たような塗装のモデルというと、アウグアモーアの国内仕様モデルも登場している、F300。あるいは、国内モデルでは J300 が存在するんだが、あちらは平気で塗料に気泡が残ってたりするが、エメラルドの方が質感は良好のように思える。超低価格モデルらしい、高級感とは無縁のデザインではあるが、それゆえに毎日気兼ねなく使える淡白さが好ましいな。本気、というか CCZ の低価格モデル独自の仕様として、この形状のイヤホンとしては珍しい、シリコン製のサポートがついている。といっても、深かったり鋭かったりするわけではなく、あくまで補助的なものだ。耳の凹凸が深い自分にとっては、これの有無が装着感に影響することはなかったが、より耳が浅い人なんかには、柔らかく、かつ引っかかりになるので、装着感の不安定さに悩んでいる人にこそ効く仕様なのかもしれないな。このあたりの寸法なんかはコーヒービーンとまるっきり同じ。付属するイヤーピースの質感も同じで、このあたりの装着感は総じてよくできていると思う。金属製のフェイスプレートだが、亜鉛系合金とかじゃないので、とても軽いしな。上位モデルのプルームも、全金属製のイヤホンの中でもトップクラスに軽く感じたので、CCZ は、装着感の軽さ、装着感の良さにこだわりのあるブランドのように感じたぞ。付属品はシンプル。黒い被膜の無酸素導ケーブルと、それからイヤピが3サイズ。このイヤピ、適度な弾力と適当な形状でそのまま使える。今回は、初期付属のパーツで試聴してみたぞ。というわけで音質について見ていこうか。
1ダイナミックドライバー構成のコーヒービーンに、高音域を担当するバランスドアーマチュアが加わった形になった、エメラルドなんだが、意外に思うかもしれないが、高音域に関してはコーヒービーンより時折キリッと出るようなシーンがなく、この手の構成にしてはあまり感触傾向に振っていない1台となる。いい意味でバランスドアーマチュアの存在を感じず、無理な誇張を感じない、まったりとしたなり方だ。ただし、低音域はかなり強力で、はっきりとインパクトはある。コーヒービーンの時にも感じたんだが、この 10mm ダイナミックドライバー、低音域がかなり強い調整になっていて、それでいて、振動に近い体感のサブベースについてはそれほどでもない、という他のモデルではなかなか見ないバランスになっている。コーヒービーンと同じ方向性で、低音がリードするバランスなんだけど、中高音域の丁寧さをより上げたような印象だ。コーヒービーンの方は、時折高音域が一瞬出てくることがあるんだが、こちらのエメラルドに関しては、そういったことも起こらず、常に落ち着いた感じで高音域が鳴る感じだな。無論、2021年に褒めるイヤホンに、ここがのっぺりと輪郭の潰れたイヤホンを選ぶわけがなく、分離感や聞き取れる音の種類については、しっかりと増えているのが、コーヒービーンとエメラルドの違いだろうか。低音主体の厚くて安定したキャラクターはそのままだが、そこにより高音域、中音域の表現力を加味し、音の取りこぼしがなくなったものがエメラルドだと思う。一方で、コーヒービーンには妙な、なんというか爆発力がある、単純に上位階の関係になっていないのが、面白い兄弟だ。一台一台丁寧に聴いているので、このエメラルドと完全に同一構成のメロディーがどんな音になっているかは、次回、メロディのレビューの時に話そう。ああ、そうそう、本気にはコーヒービーンにあった、最近のイヤホンではまずない、塔の中心で鳴っているような極端な定位の狭さがない、しっかりある程度空間を感じさせる音になっていて、ここも妙な爆発力がなくなった要因になるんじゃないかな。コーヒービーンと同じ、ベースのこってり具合を残しつつ、空間、中高音が自然になった音、それがエメラルドだ。昨日紹介した、KB イヤーロビンも、低音がこってりしつつ高音域が類似モデルに比べて自然、という立ち位置なんだが、ロビンが採用する20磁気ダイナミックドライバーは、CCZ の低価格シリーズと比べて、より低い低音、サブベースを主にパワフルに響かせるものが多い。これに対し、先ほども言ったが、このエメラルドを含む CCZ の低価格モデルの低音は、そこより上、楽器のベースが鳴らすあたりの音が得意だ。地響きなんかがズーンと揺れる、映画じみたサウンドは、中華で現在定番になりつつあるモデルが得意とするところで、それより上の、楽器で分類される低音は、この CCZ の低価格イヤホンが得意、と覚えておくといい。ジャンル的には、EDM とかが KB やロビンや KZ のパワー系イヤホン、ジャズ、クラシック、ロックなんかはこっちの方が相性がいいだろう。その上で、低音が支配的なキャラクターと相性がいいかどうかでまた好みが分かれるが、とにかく個性の強烈なコーヒービーン、そこに文明を加えたエメラルド、という選択になる。次に聞くメロディが、エメラルドとどう違うのか、どれくらい違うのかがより楽しみになる結論となった。音色も分解しておこう。高音域。この手の低価格ハイブリッドの中ではかなり誇張しない部類。とはいえ、ハイブリッドらしく切り分けは容易で、鮮明さもある。中音域。個性でゴリ押しするコーヒービーンに対し、こちらはソプラノ以下の表現力がより上がっている印象。音一つ一つを切り分けると、コーヒービーンより明瞭になった感じがするんだが、トータルで見るとやっぱりコーヒービーンに謎の魅力がつくんだよな。そして低音域。かなり太く、他音域にかかるが、音量よりも丁寧になる他音域のおかげでディティールを保つ感じ。繰り返しになるが、サブベースは弱め。振動感や臨場感は少なく、音として低音域がよく出る。この臨場感などに潰されてないので、低音だけしか出ないイヤホンになっていない、というところはあるかも。空間表現は平均から少し広いくらい。高音はきんと響かないが、抜けは感じた。というわけで、コーヒービーンほど脳天つついてくるタイプの土性壁モデルではないものの、しっかりと低音よりという個性を持ちつつ、より丁寧に仕上げられたのが、このエメラルドだ。だいたいコーヒービーンのインパクトが悪いんだよ。個人的には、あれと同じレベルの性癖塊を量産してくれなかったところに、CCZ の良心を感じるが、このブランド、ビヨンとコーヒービーン、どっちに進みたいんだろう。チューニング違いモデルを出しているということは、あまねく性癖に手を出していくつもりなんだろうか。何はともあれ、本気はコーヒービーンがやんちゃすぎると感じた人や、もっと低音がたっぷり出て、それでいて破綻していないイヤホンをお探しの人におすすめだ。コーヒービーンと同じ濃さと熱量を持ちながら、美声が残ってる。装着感も良好で、価格も手軽に試せる一台なので、コレクションにいかがかな？というか、コレクター精神を全力で揺さぶりに来てるよな。間違いなく。
と、こんなところだな。一時期は2万円オーバーのハイエンドが連日到着して白目向きっぱなしでレビューする1週間とかがあったんだが、やっぱり僕のホームブランドは5000円くらいなんだなぁ、と再確認した。最近の完成度のイヤホンの中に、こういう遊び心あふれるモデルがいっぱい出続けてくれれば、個性と冒険の低価格モデル好きには本望だなって、というわけで今回はここまで。次回は、この2台にどうやってキャラ立ちさせるのかな？ CCZ メロディを紹介するぞ。